整数マスターにオラはなる。はい。ということで今回こちらを見ていきたいと思います。こちら東工大で出題された問題です。19の n 乗足すマイナス1の n 乗かけ2の 4n-3 乗。n を1、2、3点点点という風にしていったときに、これは全てを割り切る素数っていうのを求めてくださいと。つまり n を1とか2とか3とかいろいろ入れていくと自然数たちが定まるんですが、それは全てを割り切る素数っていうのは何でしょうか。それを教えてくださいということで、自分はこういった問題のことを分類として全小命題というふうな感じで名付けて分類をしております。すべてを割り切る素数を求めようとか、一般にはすべての何かで成立するよみたいな感じのそういった処理をしてくださいと。今回で言えばすべての n に対して要するにこれっていうのがとある素数の倍数となる。そんな命題が真となるようなそんな素数は何でしょうか。それを教えてくださいということなので、自分はこういうのを全小命題というふうに呼んでおります。処理の仕方としては、方針1は特に何もなく、直接処理をしましょうというような方針っていうのがまず一つあります。例えば、口頭式処理みたいなものに関しては、すべての X で成立するよ。じゃあ、例えば、係数比較していいよみたいな処理の仕方があるので、そういうふうに処理していこうとか、例えば。で、必ずしもそれがじゃあうまくいくわけではなく、直接処理が困難な場合とかもあったりします。そういう時には、すべての何かで成立するんだったら、じゃあ具体的な何かを入れてあげても成立するはずだと。じゃあ具体値を代入してあげるよと。ただこれだと最終的に求めたいのは全部の何かで成立するっていうのを処理したいんだけれども、これは具体的な何かで成立するというような条件しか処理していないので、これは答えとしては不十分。あくまでも必要条件に過ぎないので、ちゃんとその後に十分性のチェックも含めて忘れずにやってあげて、この2点セットで処理しようっていうのが方針の2つ目です。直接処理をしてみようと。それが無理だった場合、困難な場合っていうのは、具体値を代入&十分性のチェックということで、自分はこういう感じでまとめております。今回の問題だと、じゃあこれ全てを割り切る素数っていうのを求めてください。これを直接やろうっていうのはなかなか現実的には難しいです。なので、方針2の具体値を代入するよというような方針でいきたいと思います。特にこういうふうに全ての自然数 n に対して何かが成立するよみたいな時には、この方針2を使うことが多いです。じゃあ今回で言うと、じゃあ n 何入れてもいいので、じゃあ例えば1とかというふうに入れてあげると楽そうと。19の1乗足す、マイナス1の0乗なので1かけ2の1乗と。19足す2なので、これ21と。3×7。例えばこれ21を、この求める素数っていうのは21を割るような素数であるっていうことがとりあえず必要な条件なので、答えとしては3か7か、もしくは意地悪だととりあえずなしだよと。とりあえず21を割らなければいけないよというような条件があるので、例えば2とか5とかそういったものは全部排除されて、候補としては3であるか、もしくは7であるか、もしくはどちらでも、この後3の倍数じゃないやつとかが現れたりすると、7の倍数じゃないやつたちっていうのが現れたりすると、意地悪かもしれませんが、答えなしみたいな、こんな素数ありませんよというような、とりあえずこの3択に絞ることができました。じゃあ今度 n イコール2とかというふうにして、1でも割り切るし、2というふうに代入しても割り切るはずですよと。19の次乗足す、ここはマイナス1のマイナス1の1乗というふうなので、マイナスというふうにしましょうか。で、ここが2の、2入れてあげると8マイナス3なので5乗と。で、あとはこいつを計算していって、ちょっと頑張ってもいいんですが、このぐらいだったら大したことないので、今回候補としては3か7か、もしくはなしかなので、あと3、7チェックしてあげれば OK です。だから、じゃあ例えばもっと3でやってあげて、もっと3だったらこれそんなに頑張って計算しなくてもよく、もっと3だったら1の次乗を19って1と合同で、2っていうのはマイナス1と合同なので、マイナス1の5乗なんですが、これ1、で、これ奇数乗なので足す1で、これ2になって、0ではないよということなので、これ n イコール2というふうにしたとき、これ3の倍数というふうにはならないよと。n イコール2のときに3っていうのはこいつを割らないので、こいつはないよと。だから答えとしては7かなしだよというふうにわかります。このぐらいだったら普通に計算しちゃっても大して変わらないんですが、せっかくこれだけ調べればいいよということなので、3と7っていうのをチェックしていきましょう。じゃあ今度もっと7で、もし仮にこれが0にならなければ答えなしですよということで、これでおしまいです。だからおそらく0になるんだろうなというようなところではあるんですが、じゃあもっと7で、19なので、21を引き算してあげれば、マイナス2の次乗、マイナス2の5乗。2の5乗っていうのは2の3乗かけ2の次乗と。つまり、こうやってのは最初が4マイナス、8かける4。4マイナス8っていうのは 1×4 ということなので、確かに0というふうになったよと。だからおそらくこれ7っぽいなと。これ3とか4とか調べていってもいいんですが、あとは7の倍数になるか否かっていうのをチェックしてあげれば OK。
で、実際こういう感じで問題で出題されている以上、おそらくほぼ10中8九答え7なんだろうなっていう感じで予想を立てることができました。ただこれあくまでも N12 に対して割り切る素数っていうのは7だよということなんですが、求めなきゃいけないのはちゃんと全てを割るよと。この7っていうのは全てを割るよっていうことを確認してあげないと、この答えとして不適切になってしまうので、ちゃんと十分性の確認。じゃあ7っていうのはこれ全てを割るよっていうことをちゃんと確認していきましょう。じゃあ、あとはこれは余りに関する問題で、19足すマイナス1の n-1 乗かけ2の 4n-3 乗と。じゃあ、あとはこれが7の倍数であるよっていうことをちゃんと確認していけば OK です。今回は指数式の余りに関して、もっと7で考えていけばいいよということです。指数式に関しては以前も扱いましたが、例えば周期性を利用しようとか、あとは二項定理を利用しようとか、あとは今回と別に機能法とかでもいけるとは思うんですが、今回絶対に0になるはずで、とりあえずもうちょっと簡単にできるうちは、合同式で計算して、もうちょっと簡単な形にしてあげましょう。特に19って今やったように、これマイナス2とかいう感じでできます。19の n 乗足す、マイナス1の n-1 乗と。で、これ 4n-3 乗というふうにあるんですが、これは n 乗とかになっているので、それと同じ基準で比較できるように、2の 4n-4 ということで、これ4の倍数というふうにしてあげたよと。ここから先の処理、いろんなやり方あると思うんですが、今、もっと7で考えていて、で、これマイナス1の n 乗と、マイナス1というのは n-1 乗というふうにあるので、マイナス1の n-1 乗とかでくくることができます。こうすると、これマイナス1を n 個持っているので、1個分は持っているから、マイナスが1個分と、あとは2の n 乗と。で、ここはプラスで、2かけ、これ 4n-4 ってわざわざ4の倍数というふうにしたんですが、そうすると16の n-1 乗と、2の 4n-4、4の倍数にすることで、2の4乗の n-1 乗、すなわち16の n-1 乗と。だからこう 4n っていうのを、4の倍数っていうのを無理やり作り出すことによって、これ n というふうなところに基準を揃えることができます。はい。じゃあこういうふうになるんですが、マイナス1の n-1 乗、マイナス2の n 乗足す2かけ、16は14を引いてあげれば、2の n-1 乗というふうになるので、これでおしまいですね。マイナス1の n-1、マイナス2の n 乗足す、これは結局2の n 乗ということなので、もっと7においては0ですよと。ちゃんとこれで1、2に限らず、何入れても、n に何入れても必ず7の倍数になるよということが確認できたので、候補としてはおそらく7であろうということだったんですが、ちゃんとこれ全てを割り切るよと、7っていうのは全てを割り切るよということをちゃんと確認することができたので、具体値を代入して必要条件として候補を7というふうに絞りましたよと。十分性の確認でちゃんと常に7の倍数となるということの確認ができたので、答えとしては求める素数7ですよという感じで得られておしまいです。はい。ということで今回はこの整数問題の中でも、特に整数問題よく出てくるんですが、こういった全証明罪の処理に関しての紹介をしました。今回はここら辺でまた見てください。バイバイ。